私愛した水泳。愛しているなら積むな。今回で最終回なんですけども、まだ終わってなかったんですね。今回で終わる。まずは UBI ソフト。張り切っていくのだ。これはトライアルズシリーズですね。別名は苦行バイク。クラッシュしたのに褒められています。このゲームだとジョークに聞こえないぞ。次はこれか。スキーのジャンプに見えますが、なんでバイクで疾走してんだ。少しでも遠くへ飛ぶために。なんで羽ばたいてるの。少しでも遠くへ飛ぶために。トライアルズとはこんなゲームです。なるほど、よくわからん。次はでございます。シーソンの赤い部分。それはちゃんでしょうが。ジャンルは都市建設、経済シムだな。グラフィックはなかなか美しいわね。一つ問題点があります。UBI ソフト版は日本語化できません。大問題じゃん。そして私はリアルタイムストラテジーが苦手です。それに関しては克服してもろて。面白そうではあるから少し残念かな。もっと英語力を高めなければ。次はアサシンクリードの登場だ。これはユニティですね。間違いない。ちゃんと税金を払ってくださいね。ユニティ勢の方じゃねえから。知らん、そうじゃない。交換で遊ぶな。どうやらアサシンが暗躍しているらしい。プレイヤーキャラは信じられないようですが。お前自身がよっぽどアサシンやないかい。身のこなしが軽やかすぎる。そして当然のように窓からダイブ。ダルクールをたしなんでそうですね。次はミニゲーム集みたいなやつ。気も可愛いウサギが登場します。めちゃくちゃ多くて草生える。でも主役ではないよね。そりゃ主役はレイマンです。マスコットキャラですから格が違いますよ。それでゲームとしてはどうなのよ。なんとも言えません。ちなみにこれはマウスの左右のボタンをクリックして走るゲームです。この軽く遊ぶにはいいと思います。無料でもらいましたしね。次はレイマンです。さっきもレイマンでしたけど。こちらは見た目にも分かりやすい 2D のプラットフォーマーですね。段階を踏んでできることが増えてきます。攻撃ができるようになりましたね。誰でも楽しめそうです。丁寧な作りですね。次はロボットキャッシュのゲームです。今回はその他だから色々あるのだ。これはウェイストランド3ですね。ゲーム開始のアクションがかっこいい。このゲーム本来は自動翻訳が可能なのですが、ロボットキャッシュの使用で不可能でした。ロボットキャッシュはなぜかエグゼファイルが見えないんですよね。セキュリティ対策。ゲームの起動中のみむき出しになりますが、そこにパッチを当てても無効化されます。ともかく日本語で遊べないので私は悲しい。ゲーム自体は面白そうなんだけどね。ただ出血するシーンが多いのは問題です。今回の映像でもだいぶカットしてるからね。次はトーメントです。これもお手軽翻訳は不可能。でも手動で翻訳はできるかも。このゲームはとにかく文章が多く翻訳しないと楽しむことは難しいかもしれません。ウェイストランド3も合わせてじゃあなんで所持してるんだよという話ですが、まあ無料配布されましたよね。いつもの。でも無料配布でゲットした人少ないと思う。そもそもロボットキャッシュがマイナーだからね。ネット記事でほぼ見られない。次はイッチです。たくさんのゲームがあり玉石混交のイメージです。まずはラインから紹介しましょう。レトロ感を強く意識したゲームだと思います。翻訳が非常にユニークですね。ノックしてもしも多し。それはジョセフ。チュートリアルも丁寧ですね。説明書を読まない人も安心。これまで紹介したゲームの中だとエボランドに似てるかなと思ったんだけど、改めて見返してみたらエボランドを紹介してなかったわ。地方かな。完全に時間の無駄。まあ楽しそうですからエボランドも含めておすすめです。雑な紹介オツ。このゲームなんと発音したらいいものか。アイズボットとかですかね。ゲームは定番のプラットフォーマーだと思います。操作性はなかなか良好です。このジャンルのゲームは安定して面白い傾向がある。マリオシリーズでもおなじみですね。2段ジャンプもあります。できると嬉しいけどゲームの難度は上がりがち。わかる。次はナヌレウです。発音がしづらい。このゲームのジャンルはタワーディフェンス。パワー要素はありませんが、木を育てて拠点を防衛します。心なしかエコな感じがする。リアルタイムストラテジーでもあるので操作は忙しくなりそうです。焦りたくないのでターン制の方が好みです。それはあくまで私の個人的主観ですが、このゲーム自体は面白そうですね。地味に日本語に対応しているのも嬉しい。それはすごく大事。次はラージャーザンライト。一風変わったパズルアクション。最初は単純なプラットフォーマーかなと思うのですが、途中から2人のキャラクターが力を合わせながら進めていくことになります。正直序盤でつまずきまして、すでに心が折れそうになっております。パズル系は解いた時が気持ちいいので答えは見たくない。難儀な性格よの。次はフィデルダンジョンレスキュー。なかなか楽しそうなパズルゲーム。一筆書きでダンジョンを探索していきます。こうなっちまったらアウツだ。
敵を倒すと体力が減るので救急箱で回復しながら進む必要があります。なるほどね。うまくルートを構築できると楽しいですね。単性だからじっくり考えられるね。次はライザローズ、ライザの道でしょうか。アトリエかな？違うんじゃないかな。なんかオープンワールドっぽくて雰囲気いいね。とりあえず車を買ってみました。運転してみましょうか。イベントに挑戦してみます。制限時間があるみたいですね。おっと左か。チェックポイントで制限時間が回復するタイプ。アーケード的な。のどかな感じがいいのだ。個人的には割と好みですね。普通に楽しかった。これは暇な時にじっくり遊びたいです。次はオペラ GX。 ゲーマー向けのウェブブラウザです。ブラウザ版のゲームを遊ぶことができます。その中から何本か紹介しましょう。最初はグリムナイツ。ヤホー漫才。そのナイツではないんだよね。ジャンルはタワーディフェンスですが、横スクロールタイプはなかなか珍しいのでは。楽しそうですが、日本語に対応していないのは残念です。とにかく英語力が足りない。ゲームによっては不要なんだけどね。直感的に操作できるやつとかね。次はカラフルリカラー。良質なパズルゲームだと思います。壁にぶつかるまで直進するやつ。 RPG でも滑る床のギミックで見かけますね。シンプルなのはいいことだ。徐々にルールは追加されていきますが。おっと、こういうことが起きるのか。黄色い壁はダメみたいですね。素早くリトライできるのがいいわね。パズルゲームで大切な要素の一つ。次は色の切り替え機能ですか。赤と黄色を切り替えながら進みましょう。これぐらいの難度ならいいけど、後半に近づくほど不良になりそう。だろうね。次はソード・オブ・ザ・ネクロマンサー。横島聖剣。邪聖剣は関係ないだろう。ゲームは昔のゼルダの伝説みたいな感じでしょう。アクションあり、謎解きあり。宝箱の当て方がわからない。謎解きでも何でもないんですか、それは。あ、これか。ボタン長押しだった。よかったね。おめでとう。サンキュー。敵と戦ったりもします。ザコか。弓矢で仕掛けを起動させるやつ。ダンジョンギミックあるあるですか。丁寧に作られていると思います。いいですね。次はノマドサバイバル。よくあるバンサバクローンの一つですね。これはあまり説明することもないだろう。装備できる枠が広すぎるぐらいでしょうか。一見メリットにも見えますが、育成が中途半端になりがちです。結局リロールと運ゲー。次はレビータです。セイスティックアクション。動きながら照準を合わせて撃つの難しい。脳がシングルタスクだからな。最初のボスに苦戦するガバ勢。ボスがどうとかじゃなく、思い通りに動けない。己との対峙。かっこいいけどダサい。パッドならギリで遊べますが、キーボードだと相当きつそうです。私が楽しめるかは不明ですが、ゲームは面白いと思います。次はマルチバースのあれ。かなりパズル要素が強めの印象です。よくわかりませんが、2つの世界を行き来します。切り替えが攻略のポイントになる。例えばこんな感じです。おー、ええやん。攻略まで10分ぐらいかかりました。まだ最序盤なのに、前途多難すぎる。最後はスーパーチキンジャンパー。高評価のラン&ジャンプのゲームです。これはプレイを見てもらうのが一番理解しやすいかと。早えよ。大丈夫、すぐリトライできるので。早くない？早えんだよ。もう少し賢くなることをお勧めします。二段切り方が超えられねえ。さあ、いいリズム。これは続けていきたいぞ。なんとかファーストステージは突破いたしました。これサスケじゃないよ。以上、20作品を紹介しました。お疲れ様ルトリアの王子。今回は映像を流しながらの紹介でした。少し新鮮な感じの編集でありました。最終回の出来には一定の満足がありますが、シリーズ完結が大幅に遅れたのは反省点です。今後は動画の尺を短くするなどして、もう少し短いスパンで投稿したいですね。ということで、このシリーズは完結です。ガバニマス先生の次回作にご期待ください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしたいものだ。